自分で調整するとか。布の先。一回これでやってみますか。綺麗。この辺痛くない？大丈夫。今傷とかある？ないです。今のところ大丈夫？もう綺麗だね。ここが一回あれか、ちょっと傷ができた。今大丈夫？今は何もないです。チェックポイントで脛骨はこれも結構ポイントでね、腓骨。まあこれはもう当たり前だからね。一回ちょっと鳴らすね。もうちょっと。あ、そうそうそう。31.2、27.5、一番先端24.8。でこれね消えるから温度で。本当に消えるんですか？消える。今すごい大胆に書いたなと思って。ドライヤーでこうやると消えちゃうんですよ。消えちゃうんですね。一回巻きます。で引いちゃいます。はい。引いて回すよ、後ろに。きつい？そうだね。大丈夫。こう痛い。こうやると痛いよね。はい。いきます。
でこれ膝小僧の下を、ここに靭帯っていうのがあって、その下をちょっとポイントですよね。マーキングしてるところです。それ取りますよ、そろそろ。いい？いくよ。はい。こんな感じで中にさっきのマークしたのが乗り移る骨ですよね。当たっては痛いとことか一応マークして、体重かかっちゃうと痛いですから、そこを逃がした形で作んなきゃいけないっていう。でこれもサイズがあって、22って書いてある。先端から4センチぐらいのところの集計、22だったら22を選ぶみたいな。でこういうのをシリコンライナーっていうんですけど、もうたくさんメーカーがあって、でこれはちょっと特殊なやつで、中に汗が普通はたまるんですよ、夏とかね。でこれは汗が外にこう出ちゃうっていうか、汗の悩み結構これで解消するみたいな。入った。はい。もう蓋しときますから。蓋しとく。今から今度石膏をこの中に流し入れて、ここ結構骨あって、こういう感じで。ここだね。骨の先。ここあんまり削りすぎるとダメですね。上が315、5目が308。全体的にまだ太い。そうそう、こういう感じ。この辺なんか結構落とすね。
回路に、これもさっき解いたのが石膏と同じやつです。骨のところに持ってあげて、スペースを作るために石膏を持っていきます。もともと白いのに白を乗せちゃうとどれだけ乗せたか分かんなくなるので、色をつけてどこを乗せたか分かるようにしてます。ちょっとムラスギを。そこに体重がかかってグッとかかっても痛くない、その度合いはもうその人の体の大きさだったり筋肉の張り具合だったり、あと骨の太さだったり、どれぐらいこう骨が出っ張ってる人とかねいますから、もうケースバイケースで。ここもう少しやっとく、ちょっと飛んでるの。ここはね、俺あんまり削りすぎないようにしてる。そのあたりは、結構内側下部がこう当たって痛いから、これぐらいでいいと思う。これで縁をきれいにして表面滑らかにしていきます。水つけながら。神谷さん1番にテラバイト。絞ると準備ですね。正面に
はい。一回立って、ちょっと後ろに行っちゃう。そうでもない。ちょっとある。ちょっと背屈かな。もうちょっとだけ。長さどう？長さは大丈夫。全体の長さ。ちょっと緩いかな。ちょっとだけ。ちょっとだけ緩い。でこれでまた横から見てさ、ちょっとだけなんか後ろにこういう感じしない？若干。まあ一回じゃあこれで歩いてください。ゆっくりで。あ、でも全体的には角度はいいよ。あ、全然全然。向こうと似てる感じとしてはちょっと緩いと思うんだよね。緩いです。少し緩い。あれよりは緩い。全体にもうちょっときつく、まあ、形はいいね。大体あとは全体にちょっとキュッとした感じできつくしていけると思います。つま先でちょっとぐらいポンポンポンってできる。それで痛いとこない？この上からやってもう一回今この辺。頸骨。課題としてはもう全体的にちょっと緩いんじゃないかって。特にここから上この範囲だから、それをもう少し石膏を削ってちょっときつくして、これで一回仕上げてみるっていう。大丈夫です。はい。あったんですか、そこから。めちゃめちゃ高いって言って4万ぐらいあったんですか。話はないわ。研究費だったら買ってへんかい。いや、こんなこと言ったら。
空気が吸われてるので樹脂もこんな感じで下にどんどん吸われていく。均等にやらないと部分的に濃くなったり、ただおろしすぎちゃうと今度厚ぼったくなりますよね。固まった時にちょうどその、表面の度合いっていうかね、出来上がり具合がちょうどいいぐらいで、あまり残すとやっぱ厚くて重くなっちゃいますから、できるだけ薄くて強度があって、見た目もいいっていう。外側にこんな感じ。そこや。何？もうちょっと上から。こんな感じですか。そんないいですね。なんですか。いいね。こんな感じか。そうですね。この柄のとこをあんまりしごかないんですよ。ちょっと浮いてきちゃうんですよ。結構やっちゃいますか。そうなんです。先にやって。いいね。もうちょっとあれ結構しぶといね。そう。綺麗な円錐とかだとスポッて抜けたりするんですけど、取れましたね。
こ履いてみようか。はい、わかりました。こっちの方が軽い。軽いかもしれないです、あっちと比べて。あ、こっちの方がね。はい、多分この側部がねちょっと軽い。あ、そうなんですか。そう、あれと変わらない。大体似てる。だんだんよく長さは同じだと。長さも。あとつま先あるかな。今日はこの向き。若干内側向いてるかもしれない。そうだよね。つま先をねちょっとだけ外に。ちょっと内側を向いてるので外側に向けたっていうやつですね。さっきこれが、ちょっとこうなったんですね。体重がこっちの方を通っちゃうんですよ、この辺を。で少し向けることでちょうど、親指第1子と第2子の間ぐらいを体重が通るように、もうそのちょっとした角度でね歩きやすさが変わってくるので。内側向いてた時になんか若干体重がかけづらいみたいな、こっち側がなんかちょっと斜めってるから、ちょっと変な方向に体重かかっちゃって、ちょっと歩きづらいなって思ったんですけど、それがちょっとちゃんとまっすぐ来ることによって両足にちゃんと体重かけれるみたいな感じになったんで、しっくりきました。今までずっとこういうなんか、迷彩みたいなやつで、男の子っぽい柄をずっと選んできてたんですけど、今回は蝶々ということでなんか大人っぽいというか、ちょっとシックな感じに仕上がって気に入っております。20歳になったので今までとちょっと感じを変えよう。20歳になったので。待ってこれ。なんか歩くだけだったら全然競技用の義足でもできたんですけど、いざ走ろうってなるとやっぱ体重のかけ方とか、走るってどうやるんだっけみたいな。義足になってから何年か全く歩くことしかしてなかった期間もあったので、その走ることを思い出すみたいな。高大会に行って臼井さんに出会って、チームでやりませんかみたいなのを誘われて、今年の目標は大会でいろんな記録を残して100m を18秒以内にやることと、大人20歳ぐらいになるまでにパラリンピックに出ることを目指しています。前履いたのいつだっけ？1月頃。12月前。お姉ちゃん捕まって一回立って。ごめん、待ってごめん。義足でその人が変わっていくっていうか、社会復帰したり学校に戻ったり、スポーツをやりだしたり、むしろ障害を得る前よりもなんかアクティブになったりで、子供が変わるとね、親も変わる、兄弟も変わる、
じいちゃんばあちゃんも変わるんですよ。親戚も変わる。要するに障害を持った子供が一人いると、親族だったりが抱えるなんてトラウマみたいなのがあるんですよね。でそれがねなくなっていくんですよ。だから障害のある人ほど、スポーツだったりの価値は大きい。僕としてはですよね、やっぱりその人の個性、あと少し先の未来にこう役立つというか、できればそういう義足を作りたい。で今じゃなくてもう少し先も見据えて、その人が今までできなかったことにもこうなんか挑戦できるような、そういう足っていうかね、義足にはしたいですよね。